こんにちは、のすけです。前回の動画、予算20万円で自作した PC に視聴者さんからいただいた ITX のマザボを修理して搭載。当初考えていたケースの上下に3連ファンを搭載することができました。ただマザーボードが小さくなったので、この辺りがスカスカになってしまいました。配線もむき出しなのでちょっと汚い。ということで今回はバーサライターをケース内に搭載してみたいと思います。バーサライターについては以前の動画、この辺りを見てもらえると詳細がわかります。簡単に説明すると、一列に並んだ LED が高速で回転することで、残像を利用して画像を表示する装置です。電源を入れるとこんな感じ。画像が浮き出たように投影されます。このバーサライターをケース内に搭載したいと思います。ということで CAD でバーサライターを搭載する台を設計。この4箇所の穴でケースのマザボ用のネジ穴に固定しようと考えています。3D プリンターで印刷。光造形のマース3 Pro を使っているのですが、今回の台は印刷できるほぼ最大サイズ。印刷に16時間かかりました。IPA で軽く洗浄して、サポート材を剥がしていきます。光造形の嫌なところ第1位は、このサポート材を剥がす作業。サポート材が割れて飛び散るので、部屋がベタベタになっていきます。サポート材が剥がれたら、IPA で洗浄して完成。なんですが、こっちは綺麗にエッジが出てるけど、こっちはもうなんかもう凍ってる。いわゆるサポート太りというやつです。設定を詰めれば解消できるのだと思うのですが、時間がかかるので今回はこのまま。魔法を使って平らにしておきます。バーサライターを取り付ける穴も開けておきました。バーサライターを搭載するとこんな感じです。電源を取る USB の配線は裏側に出るようになっています。マザーボードの USB コネクターに空きがなかったので、今回は SFX 電源の IDE コネクターから電源を取ります。配線をまとめて完成。配線はもっと大胆に切ってしまってもよかったのですが、貧乏症なので最大限残す方向にしました。ケースにバーサライターを取り付け、グラボを取り付け、隙間がギリギリというか若干干渉していますが、見なかったことにします。早速電源を入れてみましょう。問題なく動きました。ただ動かないずんだもんはあまり可愛くないです。動いていないと立体的にも見えづらい。残念ながら動いているずんだもんの良さげな動画が見当たらなかったので、自分で作ってみることにしました。ちょっと調べたところ、こんな感じで踊るずんだもんの動画が作れそうです。ということで、ちょっとやってみたいと思います。まずは 3D モデルのダウンロード。ずんだもんの 3D モデルはニコニコ立体で、さときさんが作ったものをダウンロードしました。使わせてもらいます。ZIP ファイルをダウンロードして解凍すると、ずんだもん005ブレンドというファイルができるので、これをダブルクリックして開きます。ブレンダーはインストールしておいてください。ファイルが開くとこんな感じの画面になるので、右上でボディを選択した状態で、左上のファイルでエクスポートをクリック、FBX を選択します。ウィンドウが開くので、右にある対象で、選択したオブジェクトをチェックしてエクスポート。次に Adobe の Mizamo というサイトで動作をつけます。このサイトはフリーでも使えるみたいです。練習に使ったずんだもんがいますが、最初に開くとここには誰もいません。右上にあるアップロードのボタンをクリックして、先ほど作った FBX ファイルをドロップします。読み込みが終わるとずんだもんが現れるので、NEXT をクリック。すると関節を設定する画面になります。一番上はチン、つまり顎のことです。ずんだもんの顎にカーソルを合わせます。右上の小窓を見ながらカーソルを合わせると簡単です。次はリスト。手首の細くなっているところにカーソルを合わせます。次はエルボー。
肘の細くなっているところにカーソルを合わせます。その次はニー、膝の細くなっているところにカーソルを合わせます。最後はグロイン、お股の付け根にカーソルを合わせます。全部設定できたら NEXT をクリック。しばらくずんだもんを回しながら考えてくれます。立体的なずんだもんが召喚されました。ちなみに白目を向いているのは回されすぎて意識が飛んでいるのではなく、レンダリングの簡素化みたいです。しばらくすると動き出します。白目なのでラリっているようにしか見えません。これでミザモへの読み込みは完了。NEXT をクリックします。窓が閉じると左の一覧からモーションを選べるようになります。こんな感じで単純な動きなどがたくさんあるのですが、今回は右上の検索からダンスに絞って見ていきたいと思います。まずは左上、ヒップホップって書いてあります。陽キャずんだもんになりました。次は右上、スリラーって書いてあります。ズン・マイケル・ダモンが爆誕です。こんな感じのモーションがダンスだけでも200種類ぐらいあります。まあ中にはこんな感じで関節がアクロバティックしちゃうやつもあったりします。今回はずんだもんらしく盆踊りに似たサンバを選択することにしました。モーションが決まったら右上のダウンロードをクリックして所定の場所に保存します。ダウンロードが終わったらブレンダーを新規ファイルで開いておきます。最初にあるキューブはデリートで OK。先ほどミザモからダウンロードした FBX ファイルを左上のファイルからインポートします。ずんだもんが召喚されました。次に動画の長さを修正します。右下の最大フレーム数をクリック。ミザモのページでフレーム数を確認して数値を入力します。次に右上のカメラを選択してカメラの位置を変更します。ずんだもんの正面から撮影したいので、右にあるカメラの座標に x=0、y=-10、z=0 を入力します。次に回転で x=90 度、y=0 度、z=0 度を入力。その下のスケールは XYZ ともに1で OK です。ここにあるカメラのボタンを押すと視点がカメラに切り替わります。ずんだもんが上に寄っているのでカメラの Z 位置を1メートルにしてみます。あとずんだもんがまだ白目を向いているので右上のボタンでビューをレンダーに変更します。次にずんだもんが小さいのでレンズの焦点距離を調整して拡大します。ちょっと下になってしまったのでカメラの Z 位置を 0.5 メートルに変更。画角はだいたいこれで良さそうです。ただ照明の位置が悪いので顔が暗い。なので照明位置を調整します。右上でライトを選択して位置をカメラの近く x=0、y=-10、z=0 を入力します。再びカメラ視点に変更するとずんだもんの表情が見えるくらい明るくなりました。焦点距離で画角を微調整してさらにカメラの位置で中心となるように調整します。これでカメラと照明の設定が完了。真ん中下にある再生ボタンで動画を確認してみます。いい感じに動いています。設定は OK なので撮影したいと思います。カメラの出力をクリックしてファイルフォーマットを FFmpeg に変更。エンコーディングで MPEG4 を選択します。保存先に任意の場所を設定したら左上にあるレンダーでアニメーションレンダリングをクリックすれば動画の撮影が開始されます。1フレームごとに処理していくので撮影には5分ぐらいかかりました。ブレンダーで撮影した MP4 ファイルをバースライタの専用ソフトで読み込みます。画角を微調整してビンファイルを生成、SD カードに保存します。早速、踊りずんだもんのデータで起動してみましょう。いい感じに投影できました。このバーサライタは LED の輝度が高いので、動画ファイルは少し暗めの方が良さそうです。せっかくなので音楽もつけてみましょう。いささ、はいさよ、じさん。はいさよ、じさん。指ぬさごびんはぬくとゥンな。ぬくとゥラ、ワンにはきらんな。
ありゃりは完璧な盆踊りになりました。ずんだもんだけだと寂しいので、メタンの盆踊りも作っておきました。これもいい感じです。3D モデルさえ手に入れば、いろんなキャラクターの盆踊りが見れそう。少し面倒だけど、気分転換に PC のキャラ編なんてこともできそうです。最後は最近話題だったこの人。ハローです。3D モデルはなかったので動きません。ということで今回は PC の空きスペースにバーサライターを搭載してずんだもんの盆踊り PC にしてみました。この動画が参考になったと思ったら高評価してチャンネル登録してついでにメンバーになってのすけを応援するのだ。では。